はい、皆さんこんにちは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は珍しく長野県のグランピングからお届けしたいと思います。まず11月27日双子座で起きる満月のお話なんですけども、この双子座で起きる満月っていうのは非常にね意識だけが高くなるというか、ああしたいこうしたいっていう情報を頭の中が巡って目標達成のために頑張るぞみたいな、そういった意識だけが遠くに行くみたいなね、先に意識の矢を飛ばしてそこに向かっていくみたいな流れになりそうなんです。ただちょっと注意なのが、11月っていうのは23日まで太陽星座が蠍座にあって、この時期っていうのは外側の世界よりも内側の世界、自分の気持ちだったり内省したりとか、自分ってこういうとこあるなとか、あの人はどう思ってるのかなとか、そういう見えない世界のところに意識が向きやすいんですね。でそこでご自身の癖に気がついたり、私ってこんなとこがあるなって気づいた方っていうのは、この27日以降それを生かしてじゃあ頑張っていこうっていう形になります。これはまるで乗り物とかね、自動車とか電車でもいいんですけど、電車に乗ってどこかに向かっていくぞっていうのが11月23日以降のエネルギーで、特に27日の双子座の満月っていうのはまさにその電車に乗ってるみたいな、さあ出発しますみたいな時なんですけど、同時にその乗ってるこの機械のエンジンは大丈夫なのかっていうのをきちんと見ていたのが11月のこの自己探求の機会になるんですね。でちゃんとチェックした、大丈夫だ、自分はこういう癖がある、ちょっとこういうとこが壊れやすいとか、いろんなことを感じた上で11月27日からじゃあ乗っていくんですけども、すごくここで面白いことが起こりそうで、というのは意識はすごく高く情報もたくさんあって、流れが速い、動きが速いっていう流れの中にいるんですね。で自分がああしたいこうしたいと思う方向にどんどん進んでいけるんですけれども、同時にその11月の中旬ぐらいに自分が感じた自分の内側のこと、自分のコンプレックスだったりちょっと苦手なことだったり、そういったことがなんかじわーっとね足を引っ張ってくるみたいなところがありまして、なんか目標は立てる、あれやってみたい、だけどなんかちょっと気になるみたいな、そういったちょっと引っ張られるようなエネルギーがあるので、何を自分が気にしてるのかとか、どんな心配事があるかっていうところにばっかり意識を向けないようにしてください。ちょうどねこの11月末ぐらいっていうのは火星というバイタリティもちょうどいて座に入っていて、本当どこまでも行くよみたいな、目標を立てたらそっちに行くのが楽しいっていうような流れの時なんですね。ただそれ何の障害もなくいくかっていうと、自分の気持ちだけがなんかちょっと本当にこれでいいのかなって思ったり、自分にできるのかなと思ったりっていう、そういうじわーっとねガツンと効くとかではなくて、じわーっとなんかぬるくなってくるみたいな、情熱を燃やしているところにぬるくなってくるようなエネルギーがあるので、そこだけなんですね。だけどこれがまた12月の13日に次いて座の新月があるんですけど、ここできちんとまた整えて新たにスタートしていけるっていうのがありますので、まずはこの11月27日から12月13日までのこの満月から新月までの期間っていうのは、ぜひねあまり情報にとらわれすぎないようにしてください。自分の中に情熱があるならそのままやっていけるはずなんですけど、いろんな情報を考えすぎて、自分にあれが足りないとか、もっとこんな知識が必要だみたいな、自分のこの情報の不足を心配する必要は全くないです。知識の不足も心配する必要はないです。自分の中にもやりたいという気持ちがある、体力がある、だったらいけるっていう感じで進んでいってください。はい、ということでそれを踏まえた上でここからタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。